インディーズゲームを愛するあまり、俺もゲームを作ってコンテストに応募しようかなと夢を見始めた諸君、こんばんは。夢を現実に変えてゆくスタイルのライドレックスです。今回は個人制作中の 3D アクションゲームセクシーロイドリザードハンターについての開発進捗報告第11弾である。ついに完成した必殺技の紹介である。画面に映っている主人公アンドロイド雫が持っているブーメランソードがついに飛行するようになったのである。大変長くお待たせしました。完成した必殺技を見ながら解説を聞いていただこう。このブーメランの飛行を実現するのにかかった日数はなんと2週間である。作る前は簡単にできると思っていたのだが、実際にはものすごく難しくて手こずってしまった。最初 YouTube 上で公開されている先人のやり方を真似てみたものの、全くうまく飛行せず、ブーメランが飛び去ったまま戻ってこなかったり、ブーメランが回転してくれなかったりと、苦戦に次ぐ苦戦で正直諦めかけた。結局人工知能と相談しながらネット上に公開されていないオリジナル方式でプログラムした。ブーメランが飛行している最中は剣での攻撃の代わりにジャブとストレートを行えるようにもした。そして防御についても剣を持っていない時はしゃがんで敵の攻撃を回避する形にした。ブーメランソードを投げてからキャッチするまでの細かなタイミング調整にも時間がかかった。プログラムはものすごいスピードで走るから、ディレイという時間遅延命令をところどころに挟んでタイミング調整しなければならないのだ。この飛行モードのブーメランソード攻撃は強力である。敵がドローンやトカゲの場合、一撃で仕留めることができる。ただしブーメランを敵に当てるのは難しい。一度放ったらブーメランが戻ってくるまで6秒くらいかかる。その間は素手で敵と戦わなくてはならない。そして素手のパンチ攻撃力はかなり低いのである。ブーメランは往路は直線的に飛行するが、袋では雫を追いかけて戻ってくる。雫がどこに移動しても必ず右手を目指して戻ってくる設計である。だからブーメランが往路で敵に命中しなかったとしても、雫の位置を移動させることで袋で敵を倒せる可能性がある。一度の投擲でチャンスが2度あるわけである。この攻撃システムは今までのゲームにはない斬新なものと言えるだろう。このブーメラン攻撃だけでも楽しいから時間が解けてしまうこと間違いなしである。俺はなんて面白いゲームを作ってしまったのだろうか。ブーメラン中毒になるユーザーが続出するであろうな。正直ブーメランの飛行プログラムが何度も失敗して1週間を経過したあたりで諦めそうになった。だがブーメランを諦めて普通の剣に差し替えて剣で切りつけるだけではあまりにも技の数が少ない。紳士向けゲームとはいえアクションゲームを謳っている以上、それなりの楽しめる攻撃システムが必要だと思い頑張った。結果とても気に入ったシステムが完成した。このブーメランでの戦いがこのゲームの売りだから7割完成したも同然である。目の下にクマを作って徹夜する作業としては山を越えたと思う。まだ飛行したブーメランが壁を突き抜けてしまう不具合が残っている。これがコリジョンの設定の問題なのか、ブーメランの飛行スピードが速すぎて突き抜けているのか、いろいろ調べているのだが原因がわからない。あまりにもアンリアルエンジンの設定ボタンが多いため、原因を突き止めるまでしばらく時間がかかりそうである。こういう解決できない問題は後回しにして他の作業を進めた方が良い。次に実装したのはドローンである。このドローンは雫を目指して自爆攻撃をしてくる厄介な飛行物体である。ぶつかると体力電池をかなり削られるので、移動してかわすか体にぶつかる前にブーメランソードで破壊する必要がある。素手でパンチしたり足で蹴った場合は爆発ダメージをまともに食らってしまうから気をつけよう。次にトカゲのダメージエフェクトとして血が飛び散る演出をつけた。トカゲの血の色は青色にする予定である。爆発エフェクトについても今はまだ仮のものを入れた状態だから、完成品では別のエフェクトが入る予定である。いかがであろうか。だんだんとゲームらしくなってきたことだろう。まだまだ作業はたくさん残っているが、基本的なシステムの部分さえ固まってしまえば残りの作業で悩むことはない。
やるべき演出やイベントを淡々と実装していくだけである。イベントシーンとしては、オープニングで雫が樹海入り口のオフィスにて起動し、トカゲ退治の命令を受けるシーン、樹海中央にあるキャンプ場で充電方法を教わるシーン、ゲームオーバーになって踊らされるシーン、ラスボスと対峙して名乗りを上げるシーンなどである。演出については今回は話さないが、面白い敵キャラとかが面白い場所から現れたりするので期待してほしい。最後に今考えている今後の流れだが、スクエニのゲームコンテストにこのゲームを応募しようと考えている。応募受付開始が今年の12月で、締め切りが3月とのことである。詳しい応募条件が今後 AI の利用規約など含めて発表されるらしいから、それを見て判断しようと思うのだが、おそらく R18 作品は応募できないであろうから、全年齢向けとして編集して作ることになるだろう。全年齢向けの作品タイトルはリザードハンター雫になるかもしれない。今悩んでいるのは、もし受賞できた場合、本来予定していた R18 作品としての発売を DL サイトやファンザから行えるかどうかである。俺の考えでは、原作者の俺が個人的に同人サイトでダウンロード販売するだけなら、スクエニのブランドイメージに変化はないと考えている。ただ、受賞作品の著作権は半分スクエニのものになるとのことなので、そのあたりの派生作品を作る際の契約がどうなるのか気になっている。コンシューマーでの続編を作る場合と異なり、DL 同人活動に関しては自由にさせてもらえるとありがたい。同人の売り上げなど微々たるものであり、それを毎月売り上げを折半して送金する作業が個人には手間なのである。R18 作品にされては困ると言われるであろうか。海外の同人投稿系のアニメサイトでは、スクエニ作品の紳士向け二次創作アニメが大量にアップロードされているのを見かける。紳士向けは困るというようなことを今更言う会社ではないと思っているのだが、そのあたりはコンテスト募集要項には記載されていないので不明なのである。このゲームは紳士向けとして開発を始めたものだから、紳士向けとしてのリリースは諦めたくないのである。以上、今回の動画はここまでである。それではまた次回の動画でお会いしましょう。